さあ、今回もプロ野球選手解説、やっていくよ。6回目の今回は、亡くなった野村克也選手の教え子だった選手だよ。その選手とは、ヤクルトスワローズで捕手として活躍し、監督も務めた、古田敦也選手だよ。もう何も言いません。ここまで偏ってくるとは思わなかったんです。それじゃあ、早速解説始めていこうか。古田敦也、1965年8月6日生まれの55歳、兵庫県出身の元プロ野球選手だよ。ポジションは捕手、ヤクルトの監督を務め、今現在は野球解説者、タレント、スポーツキャスターとして活動。また、日本プロ野球名球会副理事長を務めているよ。小学校3年の時、地元の少年野球チームに入団。100人ほどの小学生が所属していた少年野球チームであり、A から D の4チームに分かれていた。入団直後、D チームに入れられたが、D チームにはキャッチャーがいなかったという理由と太っていたから、という理由で捕手を任されるよ。ちなみに、少年時代に好きだった選手は梨田正孝である。また、当時は阪急ブレイブスのファンクラブ組織である、ブレイブス子供会の会員でもあったよ。地元では中学校時代から注目され、高校進学時には私立校から誘いがあったものの、自宅に近い公立の川西明峰高等学校に進学、高校3年間はほぼ無名の存在だったよ。3年の8月から受験勉強を始め、関西大学商学部、立命館大学経営学部の一般入試を受験し、どちらも合格した。合格後は高校時代の監督から立命館の練習に参加するよう勧められ、そこで評価を得たよ。そして当時、関西学生野球リーグにおいて関西大学は立命館大学より強豪だったため、関西大学への進学を決めて、入学を断るつもりで立命館大学へ挨拶に出向いたところ、古田を勧誘していた立命館大学の硬式野球部監督に大喜びされ強引に押し切られたよ。またその夜、先輩に高級料亭における夕食に誘われ、京都の祇園の夜の街に見せられたことで心変わりし、1984年春に立命館大学に入学して、硬式野球部に入部したよ。関西学生リーグで通算77試合に出場し、234打数72安打、打率3割8厘、8本塁打、44打点。ベストナインに4度選ばれた。3年時にはチームを関西学生リーグ選春季、秋季連続優勝に導き、4年時にはキャプテンを務め、1987年には大学野球日本代表のメンバーに選出されるなど、その実力はプロ各球団からも注目され、この頃にプロを目指すようになったよ。その後、野球部の監督に日本ハムスカウトから上位指名の連絡が入り、11月のドラフト会議当日には会見用のひな壇が設けられたが、指名を確約された球団を含めどの球団からも指名されなかったよ。また、当時日本ハムファイターズ球団常務だった大沢啓二によると、古田は取り目だという真偽不明の情報が流れたことによって、日本ハムは指名を取りやめたと後に新聞連載に記載しているよ。後年に古田は、この際の屈辱が自身の反骨心に火をつけ、意地でもプロで活躍してやるという強い気持ちに繋がったと述べている。古田獲得に尽力したヤクルトの片岡スカウトは、本人がこの時に、2位以上でないとトヨタ自動車、という意向を各球団に伝えていたと明かしているよ。その後、古田は就職活動を行い、一般の学生として新卒採用に応募し、1988年3月に立命館大学経営学部卒業、経営学士号取得の後、同年4月にトヨタ自動車に入社。入部した同社公式野球部でも1年目から正捕手を任され、主軸打者として都市対抗野球大会でも活躍。同年8月に行われた1988年、ソウルオリンピックの野球日本代表に選出され、野茂英雄、塩崎哲也らとバッテリーを組む。決勝戦でアメリカに敗れたものの、銀メダル獲得に貢献したよ。1989年、古田のプレーに惚れ込んだヤクルトスカウト部長が、トヨタを訪れて獲得の意思を本人に伝えた際、古田は、本当ですか、嘘じゃないでしょうね、と何度も念を押したよ。スカウト部長の片岡は、スカウトに面と向かって、嘘じゃないでしょうねなんて。まさに保守の性格。しかも堂々と言った。相当なもんだと思ったねと後に語っており、古田に二度惚れし、メガネで尻込みする現場の声を抑え込んだそうだよ。古田は同年のドラフト会議で、巨人かヤクルトを希望し、ヤクルトが2位指名したが、監督に就任したばかりの野村克也は当初、メガネをしているが、ほんまに大丈夫なんか、と不安を隠せず、野村がドラフト会場で直前になって古田はやめよう、捕手はわしが育てると発言した際には、片岡は、古田との約束を破ることになるのでそれはできないと食い下がったよ。入団当初のキャンプで野村は、古田の送球の動作の速さ、捕球も腰がしっかり落ち安定していたことから、正捕手に据えることとしたよ。
そこで、ドラフト前にスカウトから古田について、バッティングに目をつぶってくれればいいキャッチャーがいます、と伝えられていたことで、当初は打撃を評価していなかったこともあり、捕手としての配球術を勉強させようと、試合中のベンチで古田を野村の前に座らせて野村の話を聞かせることで勉強させたんだよ。当時ヤクルトの正捕手だった畑慎二の捕手としての資質に、開幕から20日ほどで野村が見切りをつけ、4月末から古田がその座を奪い106試合に出場。リーグ1位の盗塁阻止率を記録し、ゴールデングラブ賞も獲得したよ。2年目の1991年、オールスターゲーム第1戦では、相手走者の盗塁3度を全て刺し、MVP を受賞。シーズンでは落合との競り合いの末、打率3割4分で首位打者を獲得。首位打者を獲得した捕手は野村以来史上2人目、セリーグでは史上初であり、捕手による打撃3部門のいずれかのタイトル獲得は野村、田淵に次ぐ史上3人目だったよ。翌1992年、6月4日から7月11日にかけて、24試合連続安打を記録。同年のオールスターゲーム第2戦では、オールスター史上初のサイクルヒットを記録し、MVP を受賞したよ。シーズンでは全試合出場を果たし、リーグ3位の打率3割1分6厘、リーグ2位タイ、自己最多の30本塁打、リーグ5位の86打点を挙げるなど攻守にわたって活躍し、ヤクルトの1978年以来14年ぶりとなるリーグ優勝に貢献したよ。1993年シーズンは2年連続となる、全試合出場を果たすなど、チーム日本一の原動力となり、シーズン MVP に選ばれたよ。この年の盗塁阻止率6割4分4厘は、現在も破られていない日本記録だよ。1995年、公式戦全試合に出場。オリックスとの日本シリーズでは、イチローとの対戦が注目を集めた。ミーティングではイチロー対策に多くの時間を割き、試合でも配球を工夫してイチローを抑え、2年ぶりの日本一となったよ。1997年は全試合に出場し、4番打者としてリーグ3位の打率3割2分2厘、本塁打は9本ながら、勝負強い打撃でリーグ6位の86打点を記録するなど活躍。再び日本シリーズを制覇し、捕手として初めてセリーグのシーズン MVP と日本シリーズ MVP の両方を受賞したよ。1999年には、5度目の打率3割を達成し、同年に行われた、2000年シドニーオリンピックの野球競技、アジア最終予選たる、第20回アジア野球選手権大会の日本代表に、チーム最年長選手として選出されたよ。2001年、首位争いの中で迎えた8月28日の中日戦の9回表、左膝甲十字靭帯を損傷する、全治3週間の重傷を負ったよ。8月30日に出場選手登録を抹消され、9月17日までの19試合を欠場。復帰当初は主に代打での出場で、9月24日に先発復帰し、10月6日に4年ぶり、自身5度目のリーグ優勝を果たしたよ。シーズンでは松井秀喜と首位打者を争い、自身2番目のリーグ2位の打率3割2分4厘を記録するなど活躍。同年の日本シリーズでは自身2度目のシリーズ MVP を受賞したよ。2003年は、開幕直前に右手薬指を骨折したが、完治しないまま開幕戦を強行出場する。6月28日の広島戦で日本タイ記録となる、1試合4本塁打、4打数連続本塁打を記録。シーズンでも先発マスクは1試合だけ欠場しただけで、打率こそ2年ぶりに3割を割ったが、1995年以来の20本塁打以上を記録したよ。2004年は、開幕から打撃好調でタイトル争いにも加わっていたが、球界再編による選手会の活動が激務で日に日に成績は下降。その中でもなんとか、通算8回目となるシーズン打率3割を残したよ。39歳になるシーズンでの打率3割達成は史上3人目、捕手としては史上初であり、打率3割6厘は年齢別歴代3位、148安打は岩本と並んで年齢別歴代1位だったよ。一方で、盗塁阻止率はリーグ最下位の2割5分9厘を記録するなど、肩の衰えが顕著となったよ。2005年4月24日、捕手としては野村以来史上2人目、大卒、社会人を経てプロ入りした選手としては史上初の、通算2000本安打を達成。しかし、4月27日の読売戦にて、左後眼部打撲で全治1週間の怪我を負うよ。これをきっかけに体調を崩し、扁桃腺炎を発症して出場選手登録を抹消された。さらに8月19日にも左大腿部裏を肉離れするなど、このシーズンは2度にわたって戦線を離脱し11年ぶりに規定打席に到達となり、後輩捕手に出場機会を譲った。そして10月5日には通算1000打点を達成したよ。2005年限りで若松が監督を退任、後任として古田に白羽の矢が立つ。10月18日、かつての恩師である野村以来29年ぶりとなる、選手兼任監督として、翌2006年シーズンから、ヤクルトの指揮を取ることで球団と合意したよ。
2006年、メディアや評論家はそれまでの堅実なプレイスタイルから、手堅い野球をするだろう、と予想していたが、1番青木、2番リグス、3番岩村、4番ラミレス、5番ラロッカという攻撃的な布陣を敷くよ。同年の総本塁打161はリーグ最多、総得点669も中日と並ぶリーグ最多タイだったよ。一方投手陣はコマ数が揃わず、特にリリーフ陣は石井と五十嵐の不調が原因で固定できなかったよ。監督として70勝73敗3分け、勝率4割9分でリーグ3位の成績を残したが、選手としては36試合の出場にとどまり、シーズン成績も自己最低に終わったよ。同年オフの契約公開交渉では、選手分年俸の大幅減俸を言い渡され、当時のプロ野球史上最大減俸幅となる、1億8000万円減の6000万円で契約を更改したよ。2007年、ラミレスと青木がシーズン終盤に首位打者争いを繰り広げ、最終的にラミレスがセリーグ最多となる204安打を記録し、タイトルを獲得。一方古田は、通算2000試合出場こそ達成したものの、その記録を達成した試合では、遠藤の危険球判定をめぐって、審判との口論の末に、常識がないという趣旨の暴言を吐いたという理由で、退場処分を受けた上、前年から抱えていた右肩痛の回復が遅れ8月までに出場した試合はわずか3試合だったよ。自身の出場選手登録も2度抹消するなど、ベンチで采配に専念する日々が続き、9月17日、ヤクルトの B クラスが確定し、クライマックスシリーズ進出の可能性がなくなった時点で G を固め、9月19日の記者会見で、チームの成績不振の責任を取りたいとして、現役引退と監督退任を発表したよ。会見では退任の理由について、社長からはもう1年どうだとも言われたが、誰かに責任を負わすわけにもいかないと語り、引退、退任を表明した後、辞めないで、ご苦労様、ありがとう、などの声がヤクルトファンのみならず、他球団のファンからも飛び交ったよ。9月27日の広島戦でシーズン初安打を放つ。広島市民球場での試合であったが、試合後にはささやかなセレモニーが行われた。過去に所属経験のない相手球団の主催試合で、引退セレモニーが行われるのは異例のことであったよ。神宮球場における最後の出場となった10月7日、古田の引退試合が行われた。くしくも対戦相手は同じ広島で、神宮での最終打席では、前日に広島市民球場で引退試合を行ったばかりの、笹岡慎二が登板、ショートゴロに終わったよ。8回には石井、また9回には高津とバッテリーを組んで現役最後のマスクをかぶったよ。この翌々日の10月9日ヤクルトのシーズン最終戦、リグスの代打として最後のバッターボックスに立ち、吉見からレフト前に、現役通算2097本目のヒットを放って有終の美を飾ったよ。その後、2007年11月21日付で、任意引退が公示され、ヤクルトを退団。11月23日のファン感謝デーには戦力外通告を受けた高津同様不参加だったが、11月25日の新報道プレミア A にコメンテーターとして復帰したよ。解説者としての初出演は、2007年アジア野球選手権大会、野球日本代表の試合。2008年の北京オリンピックでは、ジャパンコンソーシアムの野球の解説ではなく、フジテレビジョンの中継総合キャスターとして出演したよ。そして2015年1月23日、野球殿堂において255票を獲得し、プレイヤー表彰に選出されたよ。一問一答での、保守とは、の質問には、相手の嫌がることをやらなきゃいけない。デッドボールを当てると厳しく対応される時代だったが、それをかいくぐりながら、そこそこ成績を残せた、と現役時代を振り返ったよ。この時野村は、私がヤクルトで9年間監督を務めた間に4度優勝したが、持論である、優勝チーム2名保守ありを体現できた。古田の成長と合わせて、ヤクルトは強くなっていった。殿堂入りを誇りに思う。当時の選手では初めての殿堂入りは当然だろう、と祝福のコメントを寄せたよ。ということで、今回はこの辺かな。ウプ主の古田選手の当時の印象は、頭がいい人ってだけだったね。実際に選手として活躍していた時を見たことがなくて、選手会長としての活動や、別のスポーツ番組に出演していたところを見たことがある程度だったよ。今でも、保守の打撃には目をつむるということがあって、守備面に重きを置いてはいるんだけど、守備の他に打撃でも成績を残せばこれほど心強いことはないかもね。その中でも、保守で打率3割を残したり、2桁本塁打を記録できる古田選手のような選手は記憶に残りやすいんだろうね。じゃあ、今回はここまでにしておこうと思うよ。最近は、コロナウイルスなどで自宅待機になってたりしてるけど、ウプ主には全く関係ない話。皆さんも手洗いうがいなど、できうる限りの予防をしていこうね。それでは、ご視聴、ありがとうございました。